皆さんこんにちは、ともりあなたです。今日はですね、1月16日に発売になるのがもう今から楽しみのカネボウの新作の化粧水について深掘りしたいと思います。発表になったのは去年なんですけれども、結構 SNS もざわついていて、絶対深掘りしてくださいという意見が多かったので、もうちょっと深掘りしていきたいなと思うんですが、もうズバリどんなすごいものかっていうと、すごくバズっている大使クリームが化粧水になったっていうことなんですね。それだけでもすごいんですが、実はもっともっと深い凄さがあるんです。今日は化粧水どんなものを春に出るのかなとか、潤いを肌の底から感じたいと思っている人はぜひご覧ください。カネボウといったらすごくバズりまくってる大使クリームことクリームインデーじゃないですか。2025年の下半期にリニューアルして大使ってどういうものなのかとか深掘りしてるので、そこを見ていただければいいんですが、ざっくり言うと、赤ちゃんってお腹の中にいる時には羊水ってお水の中にいるじゃないですか。そこから出てくると乾燥してる。だからそれを守るために大使と呼ばれる油に包まれて生まれてくるんですね。大使こそが私たちの肌の乾燥を守ってくれるっていうので、大使の成分を研究して突き詰めて、この並び方を出してきているのがカネボウなんですね。大使っていうのはベトベトしてるんですよ。お水に溶かすというよりやっぱりクリームにしていくっていうところなので、今まではクリームで出してきてるんですが、日本人って化粧水好きだから、大使を化粧水にして潤いを化粧水でできないかっていうのを、大使クリームを作った時からやっぱり研究員の方たちは思ってたらしいんですね。とはいえ、大使クリームっていうのはマカデミアナッツ脂肪酸フィトステリエルとか分子脂肪酸 C10、40、コレステリルとか、お水をね抱えたりっていう防水性とか保水性っていうんですけど、そういったものは高いんだけれども、要は油なので化粧水にはほぼほぼ混ぜられないっていうところだったんですよ。なんですけれども、やっぱりカネボウって昔から乳化の技術っていうのがすごく長けていて、油を液体にするってことすっごい上手なんですね。今回も大使クリームの元となる大使コンプレックスっていうものを、大きい油の粒を両端から流して圧をかけるんですね。そうすると細かい粒子になるんだけれども、やっぱ油をいっぱい入れるとある程度重たいものになるんですけれども、それをまた何回も何回もやるらしいんですね。流す速さだったりとか、かける圧を段階的にするとか、条件を変えて何度もやることで化粧水に溶かすことができるっていうことをしたんですよ。でも化粧水って時間が経つと乾いていく感じありませんか？それって何かっていうのをカネボウの研究員さんが調べたところ、皮球っていうちょっと盛り上がっているところと皮孔っていう溝のところがあるんですね。これがしっかりやることでキメがあるんですが、化粧水を塗った時には皮球にも皮孔にも一瞬あるんだけれども、高いところから低いところにお水って流れていくじゃないですか。なので皮球のところにお水が残らない。一瞬はなんか潤ってるんだけれども、時間が経ったら乾いていく感じになってしまう。だったら皮球にも皮孔にも丘から溝に落ちていかないようにとどまらせていくっていうようなものをしようとして、どうするかというと、化粧水を熱くするっていうんですかね、流れていかないっていうような処方も今回取ってるんです。化粧水をつけた後に薄いパックみたいなベールがあるようなイメージなので、表情を作ったりとかしてもちゃんと膜が追従してくれる。さっき言った大使の油分っていうのも入っているので、お水を入れながら抱えて守るっていうような、水とそれを守る油の膜を常にまとっているっていうようなイメージの化粧水なんですよ。それだけ聞いてもびっくりするじゃないですか。水をまとうような化粧水なんですが、一番の凄さは皮膚のエネルギーを上げていくというところです。皮膚のエネルギー、それ何ですか先生って思うかもしれないんですが、特に表皮の細胞っていうのは基底膜から生まれて、それがどんどんターンオーバーで成長して膜層の細胞になってポロッと剥がれていくっていう感じなんですが、基底層から生まれてターンオーバーで成長していく時にやっぱりエネルギーが必要なんですね。エネルギーをどういうふうに作っているかっていうと、細胞一つ一つにはミトコンドリアっていうエネルギーを作る工場みたいなものがあるんですよ。ここが ATP っていうエネルギーを作るんですが、原料が必要じゃないですか。エネルギーを作るには何かっていうと、カルニチンっていう成分になります。カルニチンがあることによって
てミトコンドリアが ATP を作るんですが、カルニチン取ったら痩せますよみたいな、代謝が上がりますよってのは実はそういうことなんですよ。ミトコンドリアでエネルギーを作ることに代謝を上げるから痩せるなんですが、肌ではミトコンドリアにカルニチンを入れることによってターンオーバーがしっかりと正常化するっていうところになっています。カルニチンっていうのは私たち自分でなんか栄養入れてるわけじゃないじゃないですか。でも普通にターンオーバーってありますよね。でこれなぜかっていうと、これ2000年に論文で発表されてるんですけれども、表皮細胞っていうのは自分自身でカルニチンを作ってるっていうことが発見されてるんですよ。どうやってカルニチンを作ってるかっていうと、オートファジーといっていらないものを分解してまた作るっていうことがあるんですね。いらないね、例えばアミノ酸とかを分解した時にカルニチンが作られて、このカルニチンっていうのが ATP の元になるリサイクルっていうのがなされているんですよ。人間の体って本当にすごいなと思うんですよ。ただやっぱりオートファジーっていうのが炎症が起こったりとか、紫外線に当たるとか年齢がいくっていうところで低下してしまうんですよね。オートファジーを正常化すれば自分でカルニチンを作ることができて、それによって皮膚のエネルギーが高まって、皮膚のエネルギーが高まるとターンオーバーが正常化する。ターンオーバーが正常化するっていうことは細胞間脂質だったりとか天然保湿因子を作りながらいくっていうところと、ここからは私の推測なんですけれども、エネルギーが高いとですね、メラニンとかを排除できるんですよ。細胞のエネルギーを上げるっていうのは肌の水分量を上げるっていうところもあると思うんですけれども、透明感も上がる。必要以上にメラニンを取り込まなくてもいいんじゃないかなと思うので、ターンオーバーが正常化することによって乾燥もしなくなるし、水も自分で作るっていうこともできるし、メラニンを受け付けないような肌にできるっていうところもいくんじゃないかなと思うんですよね。オートファジーを活性化して表皮のエネルギー代謝を上げるっていうところのためにユーカリ葉エキスだったり桃葉のエキスっていうものを入れていたり、カルニチンの酸性自体も増やすためにヒバマタエキスっていうものが入っているので、細胞自体を元気にしていって自ら潤いを作れるような肌にしつつ、さっき言った体脂クリームを化粧水に入れることができて、プラスアルファ薄い水の膜になっていて常に肌に残るような状態にしていく。だからこそ自分でも潤いを作る。なのでずっと潤ってる肌になるっていうような化粧水なんですよ。めちゃめちゃすごくないですか？春の化粧水なんですけど、まだまだこの1月2月って乾燥がある時期だと思いますし、どんな人でもエネルギーを上げて自分で潤いを作りながらプラスアルファお水のまとうっていうことは必要になってくると思うので、肌質を問わずに必要になってくる、もうベースなんじゃないかなというふうに思います。なのでオールマイティの人使えると思うんですが、特に化粧水塗ってもなんか乾燥してるなとか、肌自体がくすんでるとか元気がないなっていうふうに思ってる方っていうのはぜひぜひ試してみるのはいいんじゃないかなと思いますし、この研究とこの処方ってやっぱりカネボウさんって本当にすごいなと思うので、テクスチャーだけでも見に行っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。2026年も素晴らしい化粧品たくさん深掘りしていきたいと思うので、気になるアイテムがあればぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。